今まではですね、櫓囲いは、蟹囲いから、櫓囲いに進化させて作るのが、良いというふうに、紹介しましたけれども、実はですね、櫓囲いの組み方としては他にもいくつも組み方がありまして、そのあたりを、今回少し、紹介していきたいと思います。角道の歩を突きますけれども、銀を上がりまして、歩を突いて歩を突いたりしますね。はい。で、ここでですね、今回はこの早囲いというのを紹介したいと思うんですけれども、ここにですね、金を上がったりしません。はい。こちらに金を、こちらが先に上がりますね。金を上がりまして、金を上がると。はい、で、銀を上がりまして、角を引くということで、これでですね、この金が、ここですね。はい。この金がこちらに上がってないので、この特徴を生かしまして、この王様がですね、このようにして入場させようというのが、これ、早囲いというふうに、呼びます。はい。ちょっと王様を動かしてみますね。王様を動かしまして、寄って、寄って、金を上がると。はい。これで、櫓囲いが、完成しましたね。はい。金銀の形はやはりこのままですね。この形状で、囲うことができました。はい。これを、早囲いというふうに呼びます。なぜ早囲いって、早いという字がつくかと言いますと、手順が一手早いんですね。櫓囲いに組み方がですね。はい。それはなぜかと言いますと、今ちょっと手数で考えてみますけれども、はい、まずは、通常の、前回紹介しました、櫓囲いですね。はい、櫓囲い、カニ囲いから櫓囲いに組む指し方は、まず、角道の歩をついて1手、で、2手、3手、4手、5手、6手、7手、8手、9手ですね。はい、で、10手、11手、12手、13手ですね。はい、これで、13手で、櫓囲いを作ることができました。はい、で、早囲いはですね、はい、1手、2手、3手、4手、5手ですね。はい、こちらの金を上がっていきます。5手、6手、7手、8手、9手、10手、11手、12手ということで、通常のカニ囲いから櫓囲いを作ると、13手かかるんですけども、この囲い方だと12手なんですね。はい、でそれはなぜかと言いますと、角の位置ですね。はい、先ほどはこの角の位置だったんですけど、今この早囲いの時はここなんですね。はい、ということで、組み方としては、ここの角がここに上がるこの一手を省略して、櫓囲いを作ることができたということで、こういった櫓囲いの作り方も、あります。はい。で、この角をですね、はい、6八角と上がれば通常の、櫓囲いの形に戻ると。13手ですね。13手目を6八角というふうに上がれば通常の櫓の形に戻るということですね。他にはですね、左美濃から櫓に組むっていうような指し方も、たまに見られたりします。はい。歩をついて、歩をついてですね。はい。で、ここにこう銀は上がらないのが特徴なんですけども、銀をこちらに上がります。で、金を上がって、歩をついて、金を上がると。はい。で、左美濃と言いましたけど、左美濃というのはどういうような囲いかと言いますと、美濃囲いですね。美濃囲いの左の方に、作るということで、左美濃という呼び方をするんですけれども、はい、今ですと、ちょっと置いて、角をどかして、こうですね。はい。こういった囲いですね。あるいはこういった囲いですね。ことを、美濃囲いで、王様が、はい、左にいますので、はい、左美濃というような呼び方をします。はい、
で、このように、金銀を作りまして角を引きます。で、角をここに上がってしまうと、王様がですね、入場しづらくなりますので、角をこのように上がって王様をこう入場させていくとですね。はい、これで、左美濃という囲いが完成するんですけれども、基本的にですね、相手の飛車が、矢倉では相居飛車戦でよく見られるというふうに言いましたけれども、このようにしてこう相手の飛車先がですね、この飛車先をついてここの地点をこう攻めてきたりすることも多いですので、それに対してはこう銀を上がって金を上がって櫓囲いを完成させるということで、このような左美濃から櫓囲いに組むというような指し方も、あります。